YouTube をご覧の皆さん、三ツ矢です。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、こちらバタフライナイフといったものになるんですけれども、こちらのね、バタフライナイフ、いろんなね、材質が使われているんですけれども、特によく使われていることが多いのがですね、チタンになりますね。このアルファビーストといったナイフなんですけども、こちらのアルファビーストもですね、このハンドル部分ですね、この部分はね、チタンでできていますね。チタンなんですけども、パッと見ですね、普通の銀色の素材になっているので、アルミだったりとかステンレスとかとね、あんまり違いがね、わからないようなものになってるんですけれども、こちらのような感じでですね、そう、アノダイズ、陽極酸化処理とね、いった処理をしてあげることでですね、こんな感じですごくね、カラフルな見た目になるね、変わったね、素材となっていますね。これはチタンだからこそできる技になっていますね。ちなみにですね、このカラフルな感じなんですけど、これはですね、ペンキだったりとかスプレーといったね、塗料を塗っているわけではなくてですね、このチタンの表面をですね、少し処理してあげることによって、こういったね、カラフルな色になるというものになっていますね。なのでですね、このバタフライナイフといった趣味ですね、こんな感じでフリップをね、楽しむこともできるんですけれども、それ以外にもですね、こういった感じでアノダイズだったりっていったね、カスタマイズもね、いろいろね、楽しむことができるね、すごくいい趣味となっていますね。で、今回はですね、このアノダイズですね、このやり方をね、解説していこうかなと思いますね。それでですね、このアノダイズのやり方なんですけど、今回はですね、大きく3つのパートに分けてね、解説をしていこうと思います。まず1つ目が、このアノダイズをする上で準備するもの、必要なものの解説ですね。そして2つ目がですね、基本中の基本、この単色ですね、1色でのアノダイズのやり方を解説していきます。そして3つ目はですね、こんな感じのレインボーカラー、フェードカラーだったりとかですね、いろんな技法がありますのでね、そういったね、いろんないわゆるカスタマイズ性というか、よりね、手間はかかるんだけど、すごく個性的な、おしゃれなね、見た目になるね、やり方の解説をしていこうと思いますね。今回はですね、大きく分けてこの3つのパートで解説していこうと思います。それじゃ早速なんですけれどもね、アノダイズの準備するものから解説始めていこうと思います。それじゃあね、まず準備するものの解説から始めていこうと思うんですけれども、まず最初はですね、こちら、アノダイズしたいものですね。こちら、チタン製のものである必要性がありますね。ステンレスだったり、アルミだったらですね、このアノダイズやっても意味がないので、まず最初にですね、チタン製のものかどうかの確認をしてください。そしてね、こんな感じで、ばらして、置いてください。こちらがまず一つ目ですね。そして二つ目がですね、こういった入れ物ですね。入れ物が二つ必要ですね。こういった箱型のものと、こういった入れ物、筒状のものがね、あればいいですね。今回はですね、その色の変化が見えやすいように、この透明のね、ビーカーを使ってやるんですけれども、これ透明のこれね、ビーカーである必要性はなくてですね、プラスチックだったりとかってね、いったこんな感じの容器で十分です。ただしですね、今回このアノダイズですね、電気を使って処理していくので、通電しないものですね、金属製じゃないものを選んでください。なのでね、こういったプラスチックの容器ですね、こういったもので十分ですね。あとですね、この中にですね、そのアノダイズしたいパーツですね、先ほど分解したパーツを入れてアノダイズしていくので、その自分がね、アノダイズしたいパーツが入る大きさの入れ物を準備してください。こういったね、入れ物が2つほど必要になります。そして次に必要なのがですね、こういったゴーグルであったりとかゴム手袋といった保護具になりますね。特にこのゴム手袋はもう必須でしてっていうのもですね、このゴム手袋をつけてほぼずっと作業するんですけれども、こちらのアノダイズしたい、チタン製のものですね、こちらの表面をね、アノダイズして処理していくんですけれども、この表面をこんな風にね、人の手でペタペタ触ってるとですね、手の油だったりとか汚れっていうものがつきますよね。で、その状態でですね、アノダイズしてもですね、その汚れた部分だったり、油がついてる部分だけ変な色になったりとかですね、綺麗なね、色にならなくて、ムラがある、ムラムラっとしたね、ちょっと汚い感じのアノダイズになってしまうので、一度ね、アノダイズする前にこのハンドルだったりっていうものをね、綺麗にするんですけれども、綺麗にした後はですね、このゴム手袋をつけてですね、直接手で触らないようにする必要がありますので、こういったね、ゴム手袋と、あと念のためね、こういったゴーグルも必要になりますね。次がですね、
ね、こういったですね、金属のものになりますね。正直これ何でもいいんですけど、自分は近くのホームセンターで売ってたこういったチタンのね、メッシュのシートを買ってきました。ただですね、これ別にチタンである必要はないらしくてですね、正直何でもいいみたいです。普通にね、フォークだったりとかっていうね、アルミホイルとか使ってる人もいるので、正直何でもいいとは思いますが、自分の場合はこのチタンのね、メッシュのこういったものを使います。次に必要なのがこういったワイヤーになります。で、これもですね、別に何でもいいっていう人もね、いるんですけど、自分は一応チタン製のワイヤーを購入していますね。こういったワイヤーが必要になります。こんな感じでね、シみたいな感じでですね、折り曲げて使うんですけれども、この折り曲げた部分にですね、こんな感じでチタン製のパーツを引っ掛けてこういう風に沈めていってアノダイズしていくっていうようなものになりますね。こういった金属製のワイヤーが必要になりますね。そして次に必要なのがこちら重曹になりますね。こちらはですね、ホームセンターとかで売ってるような普通の重曹でいいんですけれども、こちらの重曹をですね、ぬるま湯の中に溶かしていって、その中にアノダイズしたいパーツを入れてね、アノダイズしていくっていったものになりますのでね、こちら重曹が必要になりますね。ちなみになんですけども、こちらね、重曹じゃなくてもリン酸だったりとか、コーラだったりとか、あと気硫酸だったりとかっていったね、ものでもアノダイズすることは可能なんですけれども、自分の場合ね、いろいろ試したことがあるんですけど、最終的にこちらの重曹が一番いいと思いますね。理由が3つあるんですけれども、まず1つ目が、こちらの重曹、入手が簡単ですね。ホームセンターに行けばですね、大体売ってますので、すごく簡単に入手ができます。二つ目なんですけれども、処理とか扱いが簡単ですね。重曹はですね、比較的安全なものなので使いやすいんですけれども、硫酸だったりとかリン酸ですね、入手するのも大変なんですけど、取り扱いの時もね、当然危ないものなので、気をつけて使わないといけないですし、使った後のですね、溶液も簡単にそのままね、ポイッと捨てたらいいものではなくてですね、ちゃんと適切なね、処置をしなきゃいけなくなってしまうので、すごくね、取り扱いがめんどくさい上に、後処理もすごくめんどくさいんですね。その点、重曹はね、そういった点がね、ないのですごくお手軽ですね。そして3つ目なんですけれども、この重曹を使った方がですね、アノダイズの色が綺麗になるんですよね。実際、リン酸だったりとかですね、でやってみるとですね、確かに色はつくんですけども、発色するまでに時間がかかるし、あと色合いもですね、あんまり正直綺麗じゃなくてですね、重曹でやった方が早いし、綺麗に見えるというところですね。重曹が一番もおすすめになりますね。そして次にですね、こちらの絶縁手袋ですね。こちらなくても大丈夫っていう方もいるんですけれども、正直このアノダイズって電気を使うものになってましてですね、特に緑だったりとかね、っていう色を出すとき結構電圧をね、上げていくので、安全を見るんだったらこちらの絶縁手袋を準備した方がいいと思います。そして次にこちら、自分は1分でキラリといったものを使ってますけれどもですね、最初に言いましたけれども、チタンのパーツですね、汚れてるというところで、表面のね、汚れを取ってあげる必要があるというところで、自分はね、こちらの1分でキラリといった洗剤をね、使っていっていますね。そして次がこちらですね、そう、直流安定化電源になりますね。販売自体はですね、Amazon とかの方で普通に販売してるんですけど、値段が高いです。普通に1万円ちょっとしますね。自分も Amazon とかで購入したんですけども、こちらも1万ちょっとしましたね。結構高いです。安く済ませる方法としてはですね、市販の乾電池みたいなものをこういう風にね、つなぎ合わせてやるっていったね、方法もあるんですけれども、すごく高いんですけれども、こちらの安定化電源なんですけれども、買った方がいいと思います。ちなみになんですけれども、どのね、色を出すかにもよるんですけれども、緑色までね、いろんな色を出したいっていう方はですね、100V ぐらいまで出る調整できるものを買った方がいいと思いますね。ちなみになんですけれども、こちらの電源がこんな感じの三振にね、なっていますので、このままだとね、家庭用電源にね、刺さらないので、こういったね、三振からのね、こういったアダプターですね、こういう風に刺してあげると、こういう風にね、2つになるといった、こういったね、アダプターも必要にはなりますね。はい、というわけで準備するものは以上になりますね。早速なんですけれども、それじゃあ次のですね、この一色ですね、単色のアノダイズのやり方のね、解説をしていこうと思いますね。今回はですね、こちら、レプリカントのスケールですね、こちらチタン製のものになるんですけれども、こちらのものをね、アノダイズしていこうと思います。
はい、それじゃあ始めていこうと思うんですけど、まず作業に移る前にですね、こちらのゴーグルとゴム手袋ですね、こちらの保護具をまずつけていこうと思います。つけ終わりました。保護具が装着できたらですね、次にこちらの箱型の入れ物ですね、こちらを準備します。そして自分がアノダイズしたい部品ですね、チタンパーツを準備してこの中に入れていきます。こんな感じですね。まずはですね、自分がアノダイズしたいものですね。チタンパーツのまず下処理からしていきます。まあ先ほども言いましたがね、汚れだったりとかね、手の油だったりっていったね、ものがいろいろついてますので、まずこの表面のね、皮膜だったりとか汚れっていったものをね、落とす必要がありますね。そこでこちらですね、1分でキラリといった洗剤になりますけれども、こちらの方をですね、この中に入れて、この表面をね、溶かしていきますね。ちなみになんですけど、こちら酸性タイプの、すごくね、匂いのすごくきつい洗剤になっていますので、使うときはですね、すごく換気のいい場所ですね、換気扇の下だったりとか、窓を開けるといったね、対応をしてください。入れていきます。一度ね、こちらアノダイズしているのでですね、その表面がこう溶けていくのが色でね、見てわかるので、すごくわかりやすくていいかなと思いますね。こんな感じですね。で、溶かしていくとですね、この表面がですね、だんだんとこう溶けていきますね。1分でキラリというだけあってですね、約1分かかるんですけれど、ちょっとわかりますかね、少しずつ色がこう薄くなっていってるのがわかりますかね。この緑とかがですね、若干こう紫になったりとかっていう風に色がね、変化しているのがね、わかるかと思いますね。こんな感じでやってるとだんだん色が変わってきてますよね。これはですね、表面のこの酸化皮膜ですね、が溶けてきているので、だんだん色がこんな感じで、薄くね、違う色に変化しているのがわかりますよね。こんな感じで少しずつ表面を溶かしていきます。これでですね、ちょっと1分ほど放置しておきますね。はい、こちら1分ほど経ちましたけれども、こんな感じでですね、普通のチタンの板に戻りましたね。パッと見もね、普通のチタンになっていますね。で、ここまでね、色が取れたら OK なので、これをね、水で洗浄していきます。で、気をつけてほしいのは、これ洗浄するときもですね、このゴム手袋は外さないでください。絶対ね、素手では触らないでください。素手で触っちゃうとね、意味がなくなってしまうので、これをね、ゴム手袋をつけたまま洗浄していこうと思います。洗浄が終わりました。こんな感じで綺麗なチタンになりましたね。で、これはですね、そこら辺に置かずにですね、汚れがついちゃうとですね、意味なくなってしまうので、こんな感じで一旦下処理が終わったらですね、入れ物とかに入れておいてください。で、この下処理が終わったらですね、次にアノダイズ用の溶液を作っていこうと思います。はい、次にですね、重曹をこのビーカーの中に溶かしていって、アノダイズ用のね、溶液を作っていこうと思うんですけども、最適な量があるのかもしれないですけど、自分流で言ったらですね、この、例えば1リットルですね、1000ミリリットル入るビーカーに対して自分だったら 30g を入れていきます。はい、30g 入れました。正直これ 30g ぴったりに合わせる必要は全然ないので、大体 30g でいいと思います。で、入れたらですね、次にこれ水じゃね、重曹溶けないので、ぬるま湯を入れてね、こちらですね、1000ml、大体1リッターぐらいね、入れていこうと思います。ぬるま湯を足して溶かしてきました。若干ちょっと溶け残りがありますけれども、大体1リッターの、溶液ができました。これもですね、ぴったり1リッターにする必要はなくても、大体で大丈夫ですね。ここでいよいよ直流安定化電源の登場ですね。まずここをですね、こんな感じで置いといてもらってですね、こちら黒とですね、赤ですね、それぞれプラスとマイナスがあると思うんですけど、まずこちらの黒の方ですね、最初に準備したこちら金属製のものですね、こちらチタンのメッシュですけども、こちらの方にこんな感じで、このワニ口クリップですね、をつなぎます。こんな感じですね。繋いだらですね、これをこのままこの溶液の中に入れていきます。こんな感じですかね。で、このね、繋いでる部分は溶液から上にね、出るように、こんな感じでセットしてもらったら大丈夫ですね。次にこちらの赤の方ですね。赤の方はですね、こちらのチタンのワイヤーですね。最初に紹介しましたけど、チタンワイヤーをこんな感じで先端を曲げてですね、ここをこのように挟みます。こんな感じでですね。で、このかかったフックの部分にチタンパーツを引っ掛けてこの中にこう沈めていくっていったね、やり方になりますね。これで準備は OK ですね。はい、準備が整いました。一応ですね、こちらの絶縁グローブですね、をつけた状態でね、始めていこうと思います。で、こちらのフックですね、フックの方に自分がアノダイズしたいパーツですね、
例えばこんな感じで引っ掛けて、これをこの中に沈めていくやり方になります。準備ができたらですね、いよいよこちら直流安定化電源ですね、電源を入れていこうと思います。ポチッと。はい。で、こんな感じで一番上にね、今 9.6 って出てるんですけれども、こちらがね、ボルトになりますね。で、このアノダイズはですね、このボルトが大事になりますので、こちらの値をね、今回見ていこうと思います。まず最初なんですけれども、20V からね、試していこうかなと思いますね。こちら 20V になりましたね。じゃあ 20V なんですけども、こちらね、まだ普通のチタンのパーツなんですけども、入れていくとどうなるか見ていきましょう。入れていこうと思います。で、ちなみにこれ入れるときはですね、この入れたチタンのパーツとですね、このマイナスの方のこちらのパーツですね、これがですね、接触しないように気をつけてください。接触するとですね、スパークがパーンっていう風にね、火花が出ますので、そうするとですね、そのスパークでですね、チタンパーツの方に傷が入ってしまいますので、また下処理からね、やり直しになってしまうので面倒なのでね、そこは気をつけてください。で、こんな感じでやっていくと、見えますかね。そうです。こんな感じでね、色がだいたい5秒から10秒ぐらいで変わってきますね。で、これぐらいでアノダイズが一旦 OK な感じですね。ちょっと取り出してみましょうか。はい。こんな感じですね。見えますか？綺麗な濃紺というか、ブルーっていうような感じですね。このブルーというか、濃紺みたいなんですね。こんな色が 20V でこうやってね、できますね。はい、30V になりましたね。この 30V でね、入れるとどんな感じになるか見ていこうかなと思いますね。20V はこんな感じでしたね。さあ、入れていきましょう。これもですね、だいたい 10V 単位ぐらいで結構色がコロコロ変わっていくので、20V、30V っていう感じでね、わかりやすくやってますけど、25とか35とかですね、色合いを見てですね、自分の好きな色はこの時ね、何ボルト出てるかっていうのを覚えておくといいです。で、こんな感じで入れておくと、さっきまで濃紺だったんですけれども、ちょっと見えますかね。少しずつ色が変わってますね。取り出してみましょう。こんな感じですね。ちょっと見えづらいですけれども、スカイブルーみたいな感じの色ですね。薄い水色みたいな感じの色になりましたね。40V になりましたね。こちら入れていこうと思います。この一番上のねじるところですね。こちらがですね、結構大きくボルトが変わって、次のこの2つ目ですね。上から2つ目のボルトのやつを回すと、微調整ができるみたいな感じのものになっていますね。はい、こんな感じですね。なんというか金色でもないし、すごく薄い、グリーンなのかなぐらいのライムグリーンというか、ものすごく薄い緑みたいな感じですね。はい、じゃあ次は 50V ね、行こうと思います。で、ここからですね、結構いわゆる王道の色というか人気な色になってきますね。はい、こんな感じですね。金色ですね。ちょっとまだ濡れてるのでね、あんまり色合いは綺麗に見えないですけれども、ゴールド色になりましたね。これはよく使われる色ですよね。はい、60V ですね。60V 行こうと思います。はい、そうです。こんな感じですね。ちょっとピンク色っぽい感じですね。紫まではいかないですけれども、ピンクみたいな感じですね。はい、70V です。入れていきましょう。はい、こんな感じです。そうです。僕も大好きなパープルですね。すごく紫がかった、めちゃくちゃ紫色の強い紫になりますね。これも人気なカラーの一つになりますよね。80V です。入れていこうと思います。こんな感じですね。見えますかね。緑に近い青、ティールみたいな感じの色になりますね。90V ですね。これがラストになると思いますけれども、90V 入れていこうかなと思います。この 90V ぐらいになってくるとですね、ちょっと乾電池だとなかなか出すのが難しいかなと思うので、この直流安定化電源がないと難しいボルト数にはなるのかなと思いますけれども、そうですね。最後はグリーンっていう感じのグリーンですね。これが一番鮮やかなグリーンになりますね。すごく綺麗なグリーンになりますね。このグリーンもすごくね、派手で見栄えがいいので、すごく人気なカラーになっていますね。という感じで、ボルトを上げていくとね、いろんな色に変わっていきますので、いろんなね、パーツを自分の好きな色に変えることができますね。あとはですね、最後にこちらのパーツを洗浄して乾かすだけとなりますね。これが単色でのアノダイズのやり方になりますね。
はい、じゃあ次にですね、少し手間なんですけれども、すごく面白いというかユニークなね、大豆になるやり方をね、解説していこうと思います。まず最初がですね、こちら、コピー用紙ですね。コピー用紙を一部こんな感じで切り取ったものになりますね。こちらをですね、この溶液の方ですね、こちらの溶液にね、浸していきましょう。こんな感じですね。はい、浸してひたひたとなったらですね、これを、例えばこちらのパーツにですね、こんな感じで被せていきます。こんな感じですね。被せたらですね、次にこちらのパーツにですね、こちらの赤ですね、赤をつないでいきます。で、こちらの黒の方をこんな感じでペンを持つような感じでね、持ちます。こういう感じで持ったらですね、この状態のまま電源を入れましょう。入れるとですね、電源が流れていくので、この状態でですね、この黒のやつでですね、試しに例えば、三ツ矢と書いてみましょうか。見えますかね？はい、そうなんですよ。こういう風にやることによってですね、この表面にですね、こんな感じで文字がですね、書いたりすることができるわけですよ。じゃあ、これをちょっと外してみましょうか。外してみますね。いきます。はい。こんな感じでちょっと汚いですけれども、こんな感じでね、ちょっと文字がね、書けるといったね、やり方になりますね。ちなみになんですけど、これね、直接これでこういう風に書いたので、あんまりこう綺麗な感じのね、字ではなくて、ちょっとこう滲んだ感じのね、字になってるんですけれども、この先にですね、金属の板というかですね、棒みたいなものをちゃんとね、くっつけて、そのモーデでね、こうやって字を書けばですね、もうちょっと綺麗な鮮明な字をね、書くこともできますね。そして二つ目のやり方ですね。二つ目のやり方はですね、さっきはコピー用紙をやってたんですけれども、今回はですね、こちらの方にこういったスポンジですね、スポンジをはめていこうと思います。こちらのスポンジも同じようにこちらの溶液をまず浸していこうと思います。こんな感じですね。溶液を十分含ませた感じで、こちらのね、方に挟んでいこうと思います。こんな感じですね。スポンジを挟んだら電源を入れていこうかと思います。さっきと同じ要領ですね。さっきはこういう風に三ツ矢という風に字を書いたんですけども、ここにね、こちらをポンポン当てていきましょうか。そうです。このね、スポンジを当てた部分だけをこういう風にアノダイズすることが可能ですね。で、こんな感じでポン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 ね、模様みたいな感じでね、できますね。もちろんこちらね、ボルトを変えればこの色も変えることができますので、こんな感じで自分独特のこう、迷彩柄だったりとか、そういうマークだったりとかっていうものを、こういうスポンジを使ってもね、マークをつけたりすることができますね。こんな風に塗ったりとかっていうやり方もできます。こんなやり方もありますね。はい、じゃあ次のね、やり方を解説していこうと思うんですけれども、こちらね、先ほどまでアノダイズしてた、こういう水色のね、感じになっていますね。こちらのスケールを使っていこうと思うんですけれども、必要なのはこちら。そう、マスキングテープですね。こちらのマスキングテープをですね、こちらのスケールの方にちょっと巻いていこうかなと思います。こちらをですね、隙間がないようにぴったりとね、こう自分が好きな位置というかにこんな風にね、巻いていきます。で、巻いていくことによって表面がね、マスキングテープに覆われますので、アノダイズされないので、変わった特徴のね、アノダイズをすることができます。実際に巻いていきましょう。こんな感じに巻いてみましたね。ここをですね、巻いた状態で次アノダイズしていこうと思います。50V でやっていこうと思います。で、こういう風にやっていくとですね、このマスキングテープが巻かれていない部分は、その 50V のアノダイズがされますので、はい、取り出しました。マスキングテープを貼ってないところはこんな感じのね、金色な感じになってるんですけれども、さあ、マスキングテープを剥いでいきましょう。そうするとですね、マスキングテープを貼ってたところはそうです。元の色のままということで、こういうね、青色になっていますね。全部剥がしていきましたけども、こんな感じになってますね。こんな感じで2色以上のですね、色を使いたい時にマスキングテープを貼るだけというね、すごく簡単なんですけれども、こういう色の配色だったりをね、することができますね。自分はですね、こんな感じで簡単に巻いただけだったんですけど、これを斜めだったりとか、縦だったりとか、模様だったりとかっていう風に切り抜いて貼ることでね、こういったいろんなね、デザインすることができますね。はい、それじゃあ次のね、アノダイズの
のやり方をね、やっていこうかと思うんですけど、今回はね、スプラッシュ加工というか、スプラッシュアノダイズをね、していこうかなと思いますね。こちら先ほどね、アノダイズしてたものなんですけど、ここにですね、使うものはこちら、マニキュアですね。何でもいいです。自分はね、ダイソーのこういったね、ものを買ってきました。こちらをですね、少しこういう風に取り出してですね、これをこのアノダイズしたチタンパーツの上に振りかけていきます。こんな感じで少しこう散らすような感じでですね、やってあげた方がすごくね、面白いので、ここね、こう不自然な感じで、こんな感じでパパパパパッと不規則な感じでね、やってあげるとすごくかっこよく見えますね。この部分だけが先ほどのね、マスキングテープの時と一緒じゃないですけれども、アノダイズされないということになりますのでね、ちょっとこのマニキュアはあれですね、粘性が強いのであんまりこういい感じにできないですけれど、こんな感じで試しにやってみましょう。はい、マニキュアが乾きました。こんな感じになってますね。で、これをですね、またアノダイズしていこうと思います。で、このまま入れるとですね、このマニキュアがかかっている部分だけがアノダイズされずに、それ以外がアノダイズされるような感じになりますね。やっていこうと思います。はい、75V になりましたのでね、こちら入れていこうと思います。アノダイズされてない部分が紫色みたいな感じになっていくと思いますね。こんな感じになってますね。じゃあ、このね、マニキュアがついてた部分のマニキュアを落としていこうと思います。ちなみにもう一本の方は違いを見るために、こちらは 85V ぐらいにして、ティールみたいな感じにね、して、ちょっと違いを見ていこうかなと思いますね。はい。除光液でマニキュアを落としてきました。ちょっとね、綺麗に落としきれてないんで、まだちょっと汚いんですけれども、こんな感じになりましたね。マニキュアが残ってた部分がこんな感じでね、ゴールドだったりとか、青っていう感じでね、これ残ってる感じですね。ちなみにこっちは一色で金色だけね、残してた感じになってるので全部金なんですけど、こっちは2色ですね。青だったり黄色の部分っていうのがあったので、こういう風にスプラッシュでね、やっても、青の部分もあったり、黄色の部分もあったりっていう感じでね、こういう風にね、変わったすごくね、特徴的なアノダイズができますね。はい、じゃあ最後はですね、レインボー、フェードですね、いうものをね、やっていこうと思います。今まではですね、こう2色とか3色っていう感じでね、こうきちきちしっかり分けた感じでやってたんですけども、最後はこう虹というか境目がね、ちょっと分かりづらいような感じで、こうスーッとこう少しずつ色が変わっていくような感じのね、やり方でやっていこうと思います。それはですね、すごくやり方が簡単でして、自分がね、どの色を設定したいかにもよるんですけれども、そのボルトぐらいまで入れてですね、あとはこの中に沈めて少しずつ引っ張って上に引っ張り上げていくっていうようなやり方になりますね。すごく単純になりますね。じゃあ自分は緑というかティール近くまでね、やりたいと思ってるので 85V で設定して、やっていこうかなと思いますね。これ一発勝負なのでね、あとは自分のこの引っ張り方加減でこのフェードの具合も変わってくるというところなのでね、早速やっていこうかなと思います。自分はゴールドあたりからこう紫多めのティールにできたらなと思ってますね。あとはですね、この赤を見ながら色の具合を変化して、ゴールドぐらいになってきたなと思ったタイミングで引っ張り上げて少しずつ色を変えていくしかないですね。はい、ゴールドになってきましたので、この辺りからね、引っ張り上げていこうかなと思いますね。少しずつ引っ張り上げていこうと思います。ちょっと紫多めにしたいんで、ここら辺でちょっと少し強めに引っ張ってあげて、青も入れつつ、最後の方はちょっとティールにしたいので、こんな感じでどうでしょう。こんな感じになりましたね。ちょっとゴールドの部分が短すぎるような気はしますけれども、まずっていったところでしょうか。本当はもう少しゴールドが多くて紫も多めが良かったんですけど、ちょっとティールが長すぎるぐらいでしょうかね。っていう感じで、ここはね、もうこの人の加減の具合になりますので、自分のね、好きな色のところでこういう風に引っ張り上げていくだけということになっていますね。すごくね、やり方は単純なんですけども、自分好みのね、こう、フェードカラーにするのは意外と慣れがいるというか難しかったりしますね。これはね、自分が気に入らなかったらですね、またこのアノダイズというかですね、を落としてですね、また何度も挑戦してみてもらったらなと思いますね。
はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、アノダイズですね、チタンのアノダイズのやり方について解説をしていきましたけれども、まあこんな感じですね、いろんなカスタマイズができるっていうのもバタフライナイフの楽しみ方の一つかなと思いますね。自分好みのですね、カスタマイズをしてですね、まあお気に入りの自分だけのですね、バタフライナイフを作ってみるっていうのもどうでしょう。すごくね、楽しいかなと思いますね。フリップもいいんですけれども、こういったね、楽しみ方もできますのでね、ぜひ興味ある方はね、試してみてもらったらなと思いますね。はい、じゃあ今回ですね、こんなとこで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは、